はい、おはようございます。どうも。今日は慢性腎臓病の、タンパク尿を中心としたちょっとお話をね、させていただこうと思います。事前にちょっとご質問があった、方のね、によりますと、EGFR が10前後になってくるとですね、やっぱり透析がもう目前ですね。だいたいシャントをもう作って、もういつでも透析できるような状態にしなきゃいけない準備状態が必要になってくるわけで、もうその EGFR って簡単に言えば自分の腎臓の、予備能というんですかね、能力が何パーセント残ってるかというようなイメージで、なるわけですけど、通常健康だと90%以上あるのがだんだん下がってきて、60切ってくると慢性腎臓病の仲間入りになるわけですけど、今日のテーマである、タンパク尿があれば別に EGFR は90でも、やはりタンパク尿出てる段階で、腎機能障害があるというふうに考えられますんで、いずれにしてもですね、そういった腎臓の機能が低下しているケースで、60を切って、45を切ってくると、この、ま3尾ですね。で、それをまたさらに切って30を切ってくると4段階。で、15を切ると5段階で、腎不全状態になっているというふうな感じですね。もう10前後の方の場合は、透析にならないようにどうするか、現状の位置ができるかどうかということが主題になりますので、まあ、緊急にですね、いろんなことやっていかなきゃいけないので、個別にご相談いただく必要がありますね。一般論で今日お話しするのはあくまでも一般論のお話なので、個別の場合はですね、できれば、お電話、ないしはうちのホームページの方からですね、慢性腎臓病の、LP がありますので、そちらから、電話ないしは、Zoom による相談ができますので、できれば早めにご相談いただけるとよろしいかと思います。それでは、ちょっとね、セミナーの方の、これ共有できているんでしょうかね。はい。で、今日テーマが慢性腎臓病とタンパク尿、そしてそれに対する漢方薬ということですね。これ昨年の3月、台湾にある、中国医薬大学という大学の中の、この左下にいらっしゃる張先生、この先生は慢性腎臓病の非常に大家で、えあの腎機能回復のための漢方処方のアドバイス、あるいは私どもの症例とね、いろいろ議論して、非常にためになりました。今年は4月、再来月に、北京にある、天津のですね、張大寧先生という、これは国医大使で、慢性腎不全のね、専門家なんですね。この先生とお会いして、いろいろ研究を、いろいろお話を伺おうと思ってます。これはもう慢性腎臓病だけではありませんけども、いろんな体のことについての YouTube で情報発信してますので、ぜひね、健康に役立てていただければなと思います。QR コードから、でも結構ですし、YouTube で、精神堂西野雄一で見ていただければ載っております。精神堂のことをご存知の方が来ていただいているので、基本的にはお分かりだと思いますけど、精神堂は東京と千葉の方で、千葉で最初開業して、今東京の方もございますが、今20箇所、今度、5月に21箇所目の相談室ができますが、38年の歴史があります。薬局を主体としていまして、鍼灸院と、あとは総合治療院という格好でやっています。メンバーは私もそうですけど、薬剤師と鍼灸師、あと中国のドクターの、3人の専門家の集団でやっています。今、全国から集まっていただいた中国のドクターが16人と、一緒にですね、漢方薬、基本は煎じ薬という薬草ですね。特に腎臓悪い方は、できるだけ、不純物を含まない、煎じ薬、また、そういう
不純物をできるだけ排除した、食品の漢方薬作っております。で、漢方と鍼灸を合わせる治療が一番専門でやっております。また、中国のドクター以外に国際中医免許を取っているスタッフが店舗の方に常駐しております。で、今日の話は腎臓の働き、それからタンパクによってどういうことなのかとか、あと、生活のポイント、あと、タンパク尿、あるいは腎球の低下にいい漢方薬ですね、についての概要ですね。今日は総合的なお話になるかと思います。で、これは日本臨床内科学会の方で、医会の方で作られた冊子の、ものですけれども、えタンパク尿の意味と対策っていうことで、今日のテーマであるタンパク尿。で、最初、腎臓ってどういうところかっていうのは、皆さん知ってると思いますけど、腎臓の最もの一番の働きっていうのは、体の中の水分ですよね。そういうものの量と濃度を調整して、体の細胞をこう元気にしている、維持しているということですね。まあもともとはこう海の中に生まれた生物が陸に上がってきて、で、体の中の水分はやはり干からびてしまうと困るので、維持しなきゃいけないわけですね。皮膚からのその水分の蒸発も防がなきゃいけないということで、角質層というこの一番外側の層ができたし、その角質層の中にはセラミドとかね、そういったものによって、外の空気の乾燥によっても奪われない水を作る、そういう術を持ったわけですけども、もう一つは体の中に一定の水分、60から65%ぐらいの水分を維持するという、そういうふうな水分ですね。こういうものを維持する仕組みとして腎臓があるわけですよね。だいたい1日に、150リットルの血液をろ過して、それで1%の原乳を作っているということで、1.5リットルぐらいのおしっこを作ってるわけですよね。血液をろ過するということで、汚いものを出すということ。それから、血圧も調整してますね。その体液の調整とともに、レニンと言われるような血圧をある程度下がらないように、ある程度こう一定の状態に保つようにね、ミネラルと一緒に合わさってやってるわけですね。だから腎臓悪くなってくると、血圧も高くなる、むくみやすくなる、なんてことがありますよね。で、もう一つは腎臓っていうのは、体にとって必要なものは、維持しなきゃいけないわけですよね。下の図にあるように、こう腎臓の中には、こういう糸球体という、こう、血管の、塊みたいなね、糸のこう、塊みたいなのがあって、で、そこで、ろ過しているわけですね。で、こういう単純な形よりもっとくるくるっとね、糸くずのようになってますが、で、そこに、血管がこう血液が流れてきて、そこでさっき言ったように、だいたい150リットルぐらいの血液が流れるわけですね。左右にこういうこの子宮体、もう一つはこのろ過器全体のことをネフロンと言いますけど、こういうものが右左で100万個ずつ、約200万個あると言われてますよね。で、これがえーそこの行く血液が、何らかの格好で障害される。まあ一番小さい頃ですと、その腎炎みたいな格好でね、腎臓に炎症を起こしてしまうなんてこともありますが、今、多くは、糖尿病とか高血圧とか、あと高脂血症ですね。多くはやはり糖尿病、血圧で悪くされる方が多いと思います。で、やっぱ糖尿病になりますと、血管の中側の、血糖値をコントロールしててもね、血管の内側の細胞がどん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 、傷ついていってですね、それで動脈硬化を起こしちゃうわけですよね。また、血圧が高いと、この子宮体の中に流れる子宮体の動脈ですね、動脈硬化が早く起こって、腎臓が硬くなってしまうね、腎硬化症みたいになるということも知られてますね。で、やっぱ糖尿病とかがある方の場合は、そこで血管に傷がついて、そこから穴が開くなんてこともあるし、あとは IgA 腎症のように免疫性のそういった、自己抗体みたいなのができてしまうとね、そういったふうになりますね。穴が開いてしまう。そうすると、こういうタンパクというものとか赤血球が、
漏れ出るようになっちゃうわけですよね。で、これはやっぱり一つの、糸球体がこういう、丸くなったり、丸いものが出てる、これタンパク尿がね、出てくるということになる。だからタンパク尿が出るというのは、まあ非常にこう、腎臓に穴が開いてるよってことを教えてくれてるっていうことですね。うん、右の上の図の方に、ようにですね、血管の動脈硬化があると、まあ、腎臓の中の血管が細くなっちゃったりすると流れが悪くなりますね。で、目詰まりを起こしてくる。なんてことがね、起こってくるわけですね。こういうふうになると、血圧が上がってしまったり、それから、タンパク尿出たりということなんですけども、まあ、ここに右下にもあるよね、自覚症状がね、あんまりない中で進んでしまうんですよね。これがやはり問題で、まあ、定期的に健康診断をね、受けていってれば、いいんですけど、この腎臓の機能を調べる検査ね、まあ、ちょっと後で詳しくは話しますが、冒頭で言った EGFR といってですね、その方の、まあ、一般的に皆さん多分知ってるのはクレアチニンって言われるものとか、タンパクだとかね、タンパク尿だとか、血尿だとか、まあそういったことで腎臓が悪いとかいいとかいうことをこう言われることも多いと思うんですけど、クレアチニンっていうのはやっぱり筋肉量によっても違うし、筋肉をすごくトレーニングしてる方って、すごくクレアチニンがいっぱい出ちゃうんですね。で、そうすると、やっぱクレアチニンが若干高めになることもあります。で、まあ、クレアチニンって非常に体にとっていらないものなので、早く出さなきゃいけないから、腎臓がある程度元気であればですね、下がるんですけど、とはいえ、いっぱいクレアチニンを作る人の場合は、どうしても高めになる。ね、細い、まあ、例えばお年寄りであんまり運動もしない、女性の方の場合は男性に比べるともともと筋肉量が少ないと。まあそういう方はやっぱクレアチニンが意外と低いまんまですね。意外とそんなに極端にクレアチニン高くなくて、実際でも腎臓の機能が、悪くなってるケースもあるわけですよね。だからこうなると自覚症状もなくてクレアチニンがあんまり高くないと、お医者さんの方もですね、あんまりこう気にしなかったりするということもあるようですよね。だからそういうのはないようにっていうんで、まあ、今は EGFR ですね。まあ、水酸子宮体ロカ量とかね、ロカ率というふうな感じで、大体何パーセントぐらいの腎臓が機能しているかを表すというふうな感じですね。まあ、健康なのは90%以上なんで90以上ということですけども、60切ると、慢性慢性腎臓病ということですね。女性と男性ではやはり若干このクレアチニンの値が違うので、年齢と性別と、で大体え修正されて出てくるようになっています。だからこの EGFR というものね、非常によく知っておくといいと思いますね。で、腎臓っていうのは、まあ、今言ったように、むくみとかね、そういったものが出てきたら、ちょっと注意だよということであるんですけども、この右、括弧に、あるようなね、この症状、もし出てきたらね、要注意だよっていうふうに、まあ、思っていただいて、この段階で、まあ、できれば僕らのような、えー漢方相談室みたいなところに相談いただければ一番いいんですけどね、なかなか、まあそんなに検査も悪くないし、まあいいかって言って放置してるとだんだん悪くなるわけでね。一番こう、注意しなきゃいけない部分としては、括弧の一つ目の尿の泡立ちがなかなか消えないと。やっぱタンパク尿出てくると泡立ちが消えなくなりますよね。それから、むくみ。で、まあ、そうね、前日すごくお酒を飲みすぎたら多少むくむんだと思うんですけど、普段からちょっと朝むくみっぽいなという感じ、特に手だけ、足だけじゃなくて顔もね、むくむという場合は、これはちょっと注意ですよね。で、こう疲れが抜けなくなるってこともあります。あと、年齢とともに起きるようになるんですが、やっぱり夜中に2回以上ね、起きるなんてことあると、これはやっぱ要注意ですね。だから特に左側の4つは一番重要です。これ初期症状で一番重要なポイントですね。泡立ち、それから、朝のむくみ、からだるさが抜けない、から夜間尿。この4つはね、一番
注意しなければならない。これが出てきたら、ちょっともう腎臓弱いよということがもう言われているということですね。だからこれは腎虚。私もで言うと腎虚と言いますが、腎臓の機能がちょっと落ちてきている証拠なので、この段階からね、やっていけばかなり、対策が取れますね。はい。で、実際腎臓がもう悪くなってくると、もう悪い人の場合は、それもステージが進んでくると右側のものです。めまい、立ちくらみ。まあ、女性の貧血から来るめまい、立ちくらみもあります。まあ、貧血になる理由っていうのは、エリソポリチンというホルモンによって、赤血球が作られるわけなんですね。多くの貧血はですね、出血から起こるわけなんですね。女性だってどうしても貧血になりやすいのは月経という血を毎月出してしまうからですよね。造血系が、まあ、悪くなる部分としてこの慢性腎臓病がありまして、これも進行してくると出てくるものですね。それからまあ当然、それが延長線上としては、めまいの以外貧血ひどくなると動悸息切れがする。それから、腎臓が悪くなってくると、心臓とか脳のね、そういう血管も動脈硬化を犯したりしてくるので、狭心症とかに心筋梗塞とか脳梗塞とか、こういうふうな問題も出てくるわけですよね。から、体液のバランスが悪くなるので、まあ、糖尿病の患者さんもよくありますけども、喉が渇くとか、いうことは、あと食欲なくなってきて、体重が落ちてくる。あと、血圧が不安定になって、特に下の血圧が上がってまいりますね。で、頭痛がしやすくなるとか、顔がどす黒くなる。こういうことが出てきます。うん、だからまあ、右側のこの2、4、7つの症状というのは、これはもうね、腎臓が悪い方に起こってくる症状なので、これはもうかなり進んでいる状態だと思ってください。で、左側の4つですね。これは、本当に、まだ病院に行っても、いや、君、そんな悪くないぞ、大丈夫だよって言われてる程度。でも、ほっとくとこれ悪くなります。だから、未病ですね。病気になる前の症状と思って、この左4つが出たら、ぜひ、漢方相談を受けるようにしてみてください。はい。タンパク尿の原因となる病気。まあ、先ほどもちょっとお話したんですけども、一番目はね、やっぱり糖尿病なんですよね。糖尿病の治療が不十分な状態が続いているとって書いてありますけど、この一般的にはですね、糖尿病であるかどうかってなく、まあ、一つは空腹時の血糖ですよね。お腹が空いてる時の血糖が120超えてくると、まあ、糖尿病としてある程度、まあ、なって、140超えちゃったらもう糖尿病ですね。だけども、まあ、基本的には空腹時血糖だけじゃなく、その方の血糖のコントロール状態がいいかどうかは、まあ、グリコヘモグロビン、HbA1c っていうので測ってますね。だから、空腹時、もう糖尿病になっちゃった方の場合は、血糖値よりもですね、HbA1c の方を重要視して病院の方では見てると思います。で、これはですね、大体2、3ヶ月間の、血糖の状態がいいかどうか、まあ、つまりヘモグロビンというものがですね、糖化するんですね。糖化変性。糖と活性酸素によってですね、タンパクがですね、変化するんですね。まあ、簡単に言うと生卵が目玉焼きになっちゃうようなもんかな。うん。だからそういうような感じで糖化変性すると、もう戻りませんよね。その古くなったというか、硬くなってしまった赤血球のパーセント。まあ、このパーセントが通常ね、5%以下なんですね。5%以下なんですけども、糖尿病になってくると、やっぱり、まあ、6%超えてきて、この不良というのは7%超えてくると不良ですね。えーやっぱり7%超えると糖尿病の患者さんは、基本的には合併症が起こりやすくなる。なので、病院の方では、グリコヘモグロビンというものを HbA1c は7%を切るように6%台でコントロールしましょうというのが、まあ、ガイドラインです。で、特に腎臓のリスクありそうな方は6.5%以下ということですね。はい。でも私ちょっとショッキングだった YouTube 見たんですけども、透析をもう受けるようになった方の YouTube でしたけども、今でも多分あると思いますが、人工透析をね、受け
ってしまわなきゃいけなくなっちゃった方のお話で、その方は糖尿病だったらしいんですよね。で、糖尿病の専門の先生にかかっていて、まあ、ちゃんと血糖のコントロールはしてたんですね。だから6.2とか5.9とか、結構血糖をすごく気にして頑張ってたんですね。ある時、大学病院にちょっと行かなきゃいけない病気、腰痛だったかな、なんかそういったのがあって、ちょっとその時に入院をして調べるということになった時に、このさっき言った腎臓の機能ね、EGFR がね、15以下だったのかな。15切ってたと思います。もう要は、グレードとしては5段階になって、透析の、あなた透析とかって言われたことないですかって言われたそうなんです。で、慌てて、その後、いつもかかってる先生に言ったんだけど、まあ、糖の方はコントロールちゃんとしてたんだよって言われたけど、腎臓の方はあんまりね、見てくれてなかったみたいなのね。だからそういう面では、まあ、病院の先生もですね、専門に分かれているので、意外と合併する疾患に対して見落としがちだったりすることもあるっていうのね。まあ、だから自分の方でもやっぱり患者さん自身もね、自分の健康管理、やっぱり知識を持ってね、やる必要がありますね。はい。で、特に糖尿病は、透析になる率が非常に高くって、今、全国で人工透析を受けている方が、まあ、36万人前後いると思うんですね。アメリカが45、6万人、中国が42、3万人だったと思いました。アメリカが一番、世界でね、一番透析の数が多い。それから中国が2番目。で、3番目は日本なんですね。でも人口の比率を考えたら、もうとんでもない数ですよね。日本がどんだけ透析の患者が多いか。まあ、医療が発達しているというかね、保険制度が発達しているということで、もしかしたら欧米の方なんかは、まあ、所得の低い方なんか透析受けられない、ということもあって人口が少ないという、中国もそうですね。そういう事情もあるなと思いますけども、でもやはり日本結構多いんですよね。だから日本人はやっぱり透析になりやすい。これどういうことかっていうとね、一つはね、欧米人に比べて日本人はね、さっきお話した、ネフロン、子宮体の数が、ね、少ないと言われてるんですね。だから持って生まれた腎臓の中のネフロンの数がもともと少ないので、やっぱりそういう面で、そのネフロンが潰れてしまう、まあ、壊れてしまうと、元の数が少ないから、やっぱりこう人工透析になりやすいんだと。で、その潰してしまう理由が糖尿病が一番なんですね。まあ、糖化変性を起こして血管が詰まってしまって、そのためにネフロン、子宮体がもう潰れてしまう、動脈硬化で潰れてしまう。で、このために、なる。また、その時にタンパクにも出てくるということですね。だから一番気をつけなきゃいけない。だから糖尿病の場合は、やっぱり血糖だけではなくって、その関連することもやっぱり調べていかなきゃいけないので、血糖だけのコントロールをしてるというのはちょっと注意しなきゃいけない。うん。時々はやっぱりセカンドオピニオンで腎臓内科の先生の方もね、受けた方がいいかもしれないし、あと、まあ予防のために漢方はね、ぜひ飲んでいただいた方がいいと思います。結構期間長い期間で悪くなっていくんでね、そういう面で10年、15年っていう、そういうスパンで悪くなってきますから、その間、何もしないのと、ただの血糖を下げるだけでやってるのと全然違いますんでね、ぜひその辺はね、対策取ってください。あと、まあ、慢性の子宮体腎炎ね。これ、子宮体腎炎から慢性になったり、あと IgA 腎症とかね、そういったものからなる免疫の異常から起こるもの、まあ、ありますね。まあ、これも大体20%ぐらい。糖尿病から来る、透析が4割、子宮体腎炎から来るのは15%、20ですね。ね、これある程度、子供の頃に IgA 腎症になる方もいるし、大人になってなる方もいるんで、まあ、血尿とか、そういったことで分かることもありますね。はい。あと人工箇所ね。これは高血圧ですね。だから、糖尿と一緒に血圧が高い方は、やっぱり、血糖値のコントロールだけじゃなくて、血圧のコントロールもやっぱ慎重にやっていかなきゃいけない。あと血圧の薬もある程度選んでいかなきゃいけない。から、その動脈硬化はやっぱり意識していかなきゃいけないということで、まあ、血圧をコントロールするのは血圧を測れば分かるんですけど、やっぱりその質がどうか、ですね。やっぱりそういうのはなかなか分かりにくいんで、やっぱりこれもね、血圧の薬を飲みながら、やっぱ漢方飲んだ方がいいと思います。
あとネフローゼね、タンパクに出るネフローゼ。もありますね。あとは脂質代謝異常によって詰まってきて、こういったね、病気が原因となっていくということもあります。これは私がちょっと見させていただいた患者さんですかな。はい。まあ、クレアチニンは、そうですね、一つの目安としては、1.0未満が一応目安です。で、意外と1を超えるっていうのはもうかなり悪くなっている状態なんですね。で、このさっきから言ってる水産子宮体ろ過、量、率、これ60%以上が正常だよと。正常というか、正常は90%以上ですね。病名がつくのは60を切ると病名がつきますということですね。うん。で、この、GFR ですね、のステージっていうのがあって、1から5段階まであって、5段階の中のうちの3段階目が一番細かくちょっと分かれていると。で、3A、G の 3A と 3B に分かれています。で、今言ったように90%以上、この EGFR がある場合には正常ですよと。で、G2 の場合は軽度の異常ということで、腎機能がちょっと低下してきてますよと。だから健康診断で60から89の間にある方は、ちょっと軽く障害が、機能が落ちてきてるよっていうことを教えてくれてるんで、やっぱここは一つ、注意してください。だから、タンパク尿が1以上ある方の場合は、もう基本的にはいくら EGFR90 でもダメですよと。ダメですよと、慢性腎臓病ですよということですね。マイナスまたはプラマイ、このぐらいだったらまだ様子見れます。でも、注意してくださいってことですね。で、完全にこの50を、60を切った状態、45から59、この段階を 3A の段階で、全国でこのぐらいの数いるんですよね。約900万人以上、930万人ぐらい。結構大きいですね。いや、940か。ぐらいいらっしゃいますよね。ねタンパク尿だけを合わせたらもっとですよね。1000万超えちゃうわけです。で、ここでは、1330万ってなってますけども、今、これは2012年ですね。えーっと、今というか2022年だったかな、の時は1300、1480万とか、近々の中、2000万近い数字が出てるような話で、もう年々増えてるんですね。で、糖尿病の患者さんが大体1300万人ぐらいなので、糖尿病の患者さんよりも多くなってます。はい。で、これ、腎臓年齢っていうのがあって、できればEGFR100 維持できればいいんですけども、生理的にだんだんこう下がってくるんですね。で、腎臓っていうのは、だいたい130歳ぐらいも持つように、もともと機能があるそうです。ね、だから、そのネフロンって言われる、腎臓のろ過器が、だいたい右左に100万個ずつあって、200万個が、だいたい、全部ダメになるのは130歳ぐらいまで生きたらダメになるぐらいの能力をもともと持ってるんだということなんですけども、やっぱり30歳ぐらいまではそんなに落ちないんだけど、30過ぎたぐらいから落ち出すんですよね。で、大体目安としては、1歳で、ここには1ミリ、1って書いてあります。1ミリパーフンね。要はつまり、90だったものが、例えば100だったものが91、翌年は99になるとか。でも大体0.5から1下がると言われてるんですね。だから、1っていうのはちょっと大きいかもしれませんね。でもそのぐらいのスピードなんですが、さっきのような糖尿病のある方とか、血圧が高い方は、ぐんぐん下がっていっちゃうんですね、これがね。ぐっと。だから、この毎年の下がり方っていうのも一つの目安になると思います。で、ここに書いてあるように、腎臓の固有の病気、腎炎がある方とかですね、こういうのはタンパク質の血尿分かります。で、一番今は問題になっているのが、この生活習慣病、血圧、糖尿、脂質の異常症ですね。こういったものが、この腎臓年齢をぐーっと下げていくと。で、130から、EGFR を引いたものが腎臓年齢。例えば、EGFR が70ということになると、腎臓年齢は60歳ということですね。EGFR が50ということになると80歳ということですね。だから結構、気をつけなきゃいけないね。だからそういう面で
こういう基礎疾患を持っている方は注意ということです。多分下がりやすくなると思います。で、これ糖尿病の患者さんの、GGFR ですね、を、プロットしたもので、基本的に、糖尿病発症してから何年ぐらいでこういうふうになってくるかと。まあ、これを発症年齢があって、これは90前後でずーっと維持してる。でも15年ぐらいからガクッと下がり出すということなので、で、クレアチニンっていうのはまあ大体1以下でずっと来てるのが、やっぱりこの当たり前ですけど、上がり出してくる、1を超えてきたあたりがもうかなりこう危ない時だってことですよね。だからまあ確かに、そういう面ではクレアチニンというもので見ていくのはあるんだけど、まあ0.9と0.95はどのぐらい違うのかとかね、分かりにくいですよね。だから EGFR をいつも意識した方がいいですね。で、まあ、その EGFR の段階によって、あれですけども、糖尿病の場合はすごく早いということですね。これは腎臓の脂質の中にある、これ真ん中には子宮体、こんなね、綺麗なレンコンのような、ね、ハスのこう穴がいっぱいありますね。こういった血管の輪切りの状態になっていて、これでこしてるわけなんですけども、で、こういう綺麗な、ネフロンがいっぱいあるわけですよね。で、尿を作ってるわけです。で、それがこういうふうに、これがクレアチニンが1.4ぐらいになっている状態ということですけど、まあこういうふうにもうバッテンつけてあるんですけど、こういうふうにもう詰まっちゃってますよね。こういうふうに詰まってしまう。血管がもう詰まってしまって、まあ子宮体がもう残っているところはどん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 なくなっていくと。まあこれがそういう実態なわけですね。先ほども言いましたけど、まあ、透析の患者さんは、令和の、2007年の段階で27万5千、今はだいたい35万人ちょっとだと思います。はい。で、やはり糖尿病性の腎症が圧倒的に、この比率は大体変わってないですね。大体4割ぐらい。慢性子宮体腎炎からと、人工箇所、これはほぼ今同じぐらいになってますね。はい。まあ、病気の程度や治療の成果を知るには、まあ、検査が必要なので、何を調べたらいいんですかということで、まあ、今日のテーマでもある、やっぱり尿タンパクですね。これは家庭でもすぐ調べられますね。尿検査、ペーパー、ウロペーパーね、ありますよね。ああいうので、毎朝、調べるよ。まあ、やっぱ早朝の一番のおしっこが一番いいので、まあ、これで調べていただくのが一番いいと思います。で、それで、まあ、タンパク尿ですね。で、もっと細かく調べていけアルブミン尿っていう、細かなものね、これがやはり重要と言われてますが、病気の早期発見にアルブミンの尿っていうのを調べると、大体その方の腎臓の傷つき具合がわかると言われてますね。あと血尿ですね。あと、タンパク尿がある方の予後っていうことで、これまあ、当然お分かりだと思いますけど、タンパク尿出るってことは、腎臓の中の血管に穴が開いてるわけで、穴の大きさが、まあ、穴の数とか穴の大きさがどんどん広くなれば広くなるほど、タンパク尿がどん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 増えてきますよね。だから、タンパク尿が3プラス以上になっていくと、透析になるリスクが、非常に高くなってくるということで、まあ、タンパク尿があるとどうしても透析のリスクが高くなりますよと。プラスに超えてきたらもうちょっとこれは危ないって感じですよね。だからまあ、2になってからっていうよりはもうタンパク尿は出ないようにしていくということが重要です。あと、血液の検査では、さっきから何度も言っているクレアチニンというものですね。これは、まあ、クレアチニンは、ここにも書いてあります。まあ、男性は1.1以下って書いてあるけど、1以下ですね。女性は0.7以下だと思います。まあ、1っていうともう結構危ないですね。だからまあ1までだと思います。女性だと0.8、うん、0.7ぐらいじゃないかな。まあ筋肉瘤というタイプ違うけどね。だから、クレアチニンはね、非常にもう1.1と0.8どのぐらい違うのって感じで、まあ素人の方はまあ分かんないからね。だからそういう面で幅があって、なかなかあれなので、何度もくどいようですけど、EGFR で見ていく方がいいです。で、クレアチニンに関しては、何度も同じことを繰り返しなんで、主に筋肉で作られる物質なので、筋肉量の少ない、まあ女性に限りませんけど、男性も、あとだから高齢者になればやっぱ筋肉が落ちますので、やっぱり
腎臓が悪くても異常値を示さないことがありますということね。これはやっぱりよく要注意で。だからクレアチンだけではなく、他の検査、だから EG パロでやっぱ見るのがいいということで今なってますね。それから、腎臓の機能が処理され、機能が落ちると、この尿素窒素という、血液中の、窒素が、下がりにくくなるんですね。で、普通はまあ10から20ぐらいということなんですけど、だんだん高くなってきます。で、尿素窒素は、やっぱりタンパク質の摂取量と関係があるんですね。で今、筋トレブームじゃないですか。だから結構ジム通って、なんとかザップみたいにこうね、手軽に行かれる。で、そういう運動量と合わさって、プロテインもいっぱい飲みますよね、今ね。もうちょっと私はあればもうちょっと気をつけてほしいなと思ってるんですけど、プロテインを一生懸命いっぱいお飲みになりますけども、プロテインの中にはね、タンパクだけじゃなくてリンブいっぱい入ってるんですよ。で、これがやっぱり良くないんだと私は思ってるんですね。で、まあ、ある有名なプロテインの有名メーカーさんの方にもお聞きしたんですけど、だいたい一さじに100ミリぐらい入ってるそうですね。100から120。だからだいたい、4杯ぐらい入れたら、まあね、それだけで400ぐらいいっちゃうわけで、まあ結構な量ですからね。はい。やはり、リンの取りすぎは注意しましょう。で、タンパク質の中にリンが入ってるんですね。で、有機リンと無機リンがありますけど、合成のものはまあ無機リンも結構入ってますので、無機リンはほぼ100%吸収されるんですね。タンパク質の通常のお肉の中に入ってるリンは半分、有機リンは半分ぐらいかな。だから結構そういう面で、リンの吸収率、添加物なんかにもリンいっぱい入ってますけど、表示義務がないので書いてないですけど、添加物の多いものも含めてね、だからハムとかソーセージとか、ああいったものもチーズとかね、こういったのも全部添加物入ってますから、こういうのは気をつけなきゃいけないですね。で、まあ、プロテインはね、取りすぎは気をつけていただいた方がいいと思いますね。で、尿酸ですね。尿酸はやはり7以下なんで、まあ、尿酸は排泄するお薬が結構いいお薬いっぱい出てるんで、あんまり高い方今最近いなくなったと思うんですけども、はい。まあ、尿酸っていうのはガラスみたいな繊維ですから、こういうのが高くなると、まあ、関節の周りにね、付着して痛風になっちゃったりとか、尿酸によって腎不全になることもありますよね。あとは血液中の栄養状態を見るためのタンパク。ね、尿タンパクが出てると、このアルブミン、尿中のタンパクやアルブミン値が下がってきますね。これはもうかなり腎機能が悪くなった時にわかる。あと、家庭でできるのさっき言ったウロペーパーでタンパク尿ね。これ薬局だけネットでも売ってますからね。毎日やるの非常にいいです。はい。あと、妊婦さんね。これ私ももともとは不妊症の専門でやってるとこだったんですが、なぜ腎臓病をっていう、よく質問を受けるんですけど、妊婦さんもですね、妊娠のだいたい30週、まあ、本当は20週の初めぐらいから、ま妊娠高血圧腎症とかですね、そういったのが予備軍が出てくるんです。血圧が徐々に高くなったり、タンパク質が出てきたり。そういったことが出てきますので、腎臓に、まあ、病気ある方の、やっぱり妊娠っていうのは非常に注意しなきゃいけないね。あと血圧、体重ね。体重はやっぱり、まあ、20代の時の体重を基本にして、そこからまあ、プラス、もう、どんなに増えても10%、10、まあ、だから、そうですね、15%ぐらいかな。ね、結構15%限界じゃないですか。という感じだと思いますね。はい。お食事の面ね、さっき言いましたけど、あれですね。うん。タンパク尿が出ると、やっぱり腎臓に負担がかかるので、タンパク質を、制限を受けるケースっていうのはありますが、それは、程度によりますね。なので、タンパク質を摂取すると、尿素窒素が上がるので、そうするとやっぱり腎臓に負担かかりますよね。だから、そういう面で、タンパク尿が出てること、あと腎臓の機能が、ちょっと下がってきている方には、タンパク質の摂取量をだいたい、体重1キロに対して1グラムぐらい、だから50キロの人だと50グラムぐらいというような部分で指導があるかもしれませんね。
から、血圧なんかはもう塩分がもうどうしても必要なので、腎機能が、まあ、ちょっと落ちてる方は、ガイドラインの中では6グラムって書いてあるんですけど、まあ、6グラムかなりきついのでね、まあ、8グラム以下にする。で、実際こういうふうにこう腎臓の問題が出てきた方はね、もう6グラム。1日で6グラムってことになると、なかなか大変ですよね。もうまず外食はなかなか難しいと思います。だからお弁当とか、もう家で全部食べるようにしないと、6グラムなかなか難しいですよね。で、疲れが一番良くないということですね。お薬に関しては病院の方では、まあ多分、まあ、かかってらっしゃる方もいると思いますけど、血圧が高ければ血圧を下げる。ね。っていうのは、腎臓の専門の、腎臓のお薬がないんですよ。西洋の方には。腎臓の、まあ、確かに、STLG2 の、例えば、ホシーガとかね、ああいった、尿中の、血液中の糖分をこうおしっこで出していくようなお薬が今、腎臓の保護作用があると言われてますが、腎臓自体の機能を高めるものはないんですね、西洋には。だから腎臓に負担をかけないように血圧を下げるとか、あとは血糖値をコントロールよくするとか、そういうのいっぱいあるんですけども、腎臓自体の薬がないのね。だからまあ、基礎的な疾患がある場合はそれをコントロールしていく、いうことになりますね。で、まあ、やはり今日のテーマであるところの、じゃあ漢方薬に対して言うと、まあ、大きく言ってですね、こういった症状から選ぶものもあります。例えば、疲れがもう取れない、気力が出ないというのが、まあ、腎臓の機能が悪くて、なっている場合はそういうのを。あとは、まあ、年々、年とともにこう腎機能が徐々に下がってきている場合には、まあ、八味丸をベースとしたものとかですね、冷えが強くて血行良くない人のための漢方とか、あとはストレスによっていろいろな血圧が上がっちゃったりするケースの場合はそういうのとか、あとはまあ腎機能が悪くなって貧血がひどくなっている場合、まあ、なかなか鉄剤飲んでも上がりませんので、まあ、そういった、貧血に対してとかですね、あと消極ねとか、あとむくみが、まあ、利尿剤を使ってもなかなかむくみが取れないケースとかですね、そういった、あと便秘があると腎機能悪くなっちゃうんでね、負担かかりますから、便秘は治さなきゃ。まあ、そういう、まあ、ある意味で対症療法みたいなね、こういう漢方薬もあります。で、まあ、いろいろな体質、状況に応じて、政治別にいろんな制限が、まあ、かかってますね。タンパク質の制限も、だいたい、ステージが3以上になるとですね、まあ、減塩はですね、まあもう6グラムというふうにここに書かれてますけど、なかなかね、なので大体はもう 3A、だから59を切ってきたら、まあ、6グラムっていう風にした方がいいかな、現実的かなと。あと、タンパク制限は、やっぱり 3A ぐらいになるとかかってきますよね。で、大体パーキロ1キロということで、なるかと思います。はい。それから血圧は130の、まあ、80以下にコントロールしていくと。特に AC 阻害薬みたいなものを使って腎臓の機能を、まあ、腎臓の血流量をできるだけ上げるようにね。それから尿タンパクみたいなものを、まあ、ちゃんとコントロールする。あと血糖も、これでは6.9ということで、あのまあ、ちょっとお待ちください。お願いします。お願いします。あ、すいませんでした。HbA1c は、まあ、6.9未満で書いても6.5ですね。6.5以下でやる。あと、悪玉は120未満でいくということが、まあ、一つの目安になってますからね。貧血等々ですね。はい。リンに関しては制限があって、カリウムも大体、カリウム制限は大体ステージが3以上になるとかかってくるかと思います。お野菜の生野菜とかね。まあそういったものも、ありますんでね。まあ、あと、炭ですよね。炭のお薬がありますけど、こういったのもステージが4ぐらいになると使ったりするのかな。うん。東医学では、特にこの水の代謝、水分代謝を
調整している臓腑に肺と脾と腎と3つの臓腑があります。だから肺と脾と腎の3つの臓腑を、こうやはり調整しながら、特に腎臓に負担をかけさせないようにするっていうこともある。ね。それから腎臓自体の機能を高めるということもあるね。タンパクに関する漢方薬の治療法ということで、医学的にタンパクによって機能性のタンパク尿、起立性タンパクとか病的タンパク3つに分かれるんですけども、あんま細かいことは言うんですけど、やはり伝統的にはこの火というものと腎を強化していくことで、タンパク尿に、対応していくということですね。で、大きく言ってこういう、タイプに分かれるということです。腎鏡はもうね、腎機能低下がある方はもうベースに必ずやりますので、あとこの2つですね。はい。気血がともに、不足しているケースということで、この気血を補充する漢方薬を使った、治療ということですね。で、特にね、腎機能の悪い方で、タンパク質の出る方、この一番最初に書いてある奥義という薬草ですね。これがすごくいいです。奥義はですね、腎臓の中の糸球体の毛細血管を強化するという、そういうふうな働きがあります。で、実際、タンパク尿だけじゃなく、腎機能低下症の患者さんに、奥義は、ちょっと多めに使わなきゃダメなんですね。だから、粉ではできないので、煎じないと無理ですね。で、単独で使うことはないので、ベースにある、例えば、補腎の漢方薬と合わせて、この奥義剤使います。あとは、人参というのは、人参陶器はね、体を補ってくれる漢方薬ですけど、奥義って非常に重要な薬草なんですね。それから、この栄養の吸収だけじゃなく、水の代謝っていうことでもですね、この火っていうのはすごい重要で、このメインとなるところに白術、あと、伏量、あと、山芋の薬用山芋ですね。三薬と言いますけど、この3つがすごく基本になっています。特に白術は非常に多くの漢方薬使われているもので、非常に重要ですね。特に血管壁が弱くなっている時ですね。これ、気脾湯とかそういう漢方薬もありますが、基本的にその血管壁を強くしていくことで、タンパク質を減らしたり、あとは、糖尿病の患者さんで、血管の老化がね、早くならない予防するときに使います。はい。から、腎自体を強くするという、この補腎ですね。これはやっぱり非常に漢方薬が得意とするところです。これはね、ぜひ、使われた方がいいし、使ってます。で、代表的なもの三種とか、クコシとかね、トシシ、除定シ、こういった薬草はですね、腎臓自体を強化する働きがありますので、そういう面で、えーまあ、こういうものを、これ単独で使うことはないんだけど、やりますね。あとは腎臓の働きを助ける、漢方薬に金黄酒とか剣術と言われるものですね。剣術は、頻尿の治療薬としても有名ですし、金黄酒は慢性腎炎、タンパク質の中にもね、使います。ということで、ちょっとで、やはり患者さんの状態に応じて、ちょっと細かくお薬を選ばなきゃいけないわけなんですね。なので、精神堂ではですね、当然、そのお薬のチェックっていうか、あと体質のチェックもするんですが、できれば、そのいろんな心理的な面とか、あとは病院の検査データが分かればですね、具体的なアドバイスができます。ステージですね。ステージごとの治療っていうのがある程度確立してますので、戦略的にやはり60から30までのステージの3の方の場合は、できるだけ、いい GFR 回復するように、ね、で、ステージの2に上がれるように、ステージの 3B だったら2に、2の方は、2に、3A の方は2にね、行くと。で、4よりも、30を切ってる方ね、に関して30代の方はもしかするとケアによっては 3B ぐらいまで戻ることがあります。つまり20代だった方が、40代ぐらいまで回復することがあります。うん、ただ、15を切ってしまった方はですね、もうなかなかもうこれは戻ることがなかなか難しい。だから、
透析の基準である10を下回っていかないように、できるだけ、腎機能が長持ちするようにですね、やはりなんとかしなきゃいけないので、これはその方の基礎疾患とか体調とか、細かく聞かないと分かりませんからね。これは私も細かくに合わせてやってます。から、今言った、もっと冒頭言いましたように、精神堂では、薬剤師、鍼灸師、中医師という3人の専門家がおりますので、その3人の専門家の、でいろいろその体質を見てですね、一番合う漢方薬、あるいは一番合う治療法ですね、鍼灸治療も合わせてですね、治療しています。遠方の方の場合は漢方だけになりますね。で、あとはフォローアップをさせていただいているということですね。はい、こういう流れになっています。で、東京地区、首都圏でいらっしゃる方はね、ここに載ってるエリアね、ぜひ、見ていただいて、一番近いところにおいでいただければなと思います。店舗の場合はですね、こちらの店舗情報から、ホームページの方からもね、見ていただければと思いますね。ご予約もそちらの方で、オンラインでご予約することができますので、ぜひそうしてください。あと、わかんないことがあったらね、私の方に聞いていただいてもいいので、そうしてください。はい。ということで、えーっと、ちょっとね、時間になりましたので、はい。ということでね、今日はこれで終わらせていただこうかなと思います。ありがとうございました。西野先生、ありがとうございました。講演はいかがでしたでしょうか。Zoom 退出後にアンケート画面が表示されますので、お時間が許す範囲で簡単に回答をお願いします。アンケートにいただきましたご意見を今後のより良いセミナー運営に生かしていきます。参加特典として漢方相談無料券と無料相談をご利用いただいた方の商品購入10%オフチケットをご用意しております。漢方相談は来店、電話、オンライン相談のいずれもご利用いただけます。10%オフチケットはご来店いただいた方のみで、処方箋薬、鍼灸施術、またオンラインショップにはご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。セミナーの内容に関するご質問や健康に関する疑問について個別にご相談されたい方は、西野先生から直接アドバイスをいただけるオンライン精神度健康相談をご利用ください。画面上の QR コードを読み込むか、またはセミナー参加特典のご案内メールに記載した URL からもご利用いただけます。専用の問診フォームに必要事項とご相談内容をご記入ください。なお、問診フォームのご利用には Google アカウントが必要となりますのでご了承ください。以上で本日の講演は終了となります。ご参加いただきまして誠にありがとうございました。